近代オリンピックは第1回1896年アテネギリシャで開催された。第2回1900年パリフランス、第3回1904年セントルイスアメリカ、第4回1908年ロンドンイギリス、第5回1912年ストックホルムスウェーデン、第6回1916年ベルリン。しかし第一次世界大戦のため中止された。第7回1920年アントワープベルギー、第8回1924年再びパリフランス、第9回1928年アムステルダムオランダ、第10回1932年ロサンゼルスアメリカ、第11回1936年ベルリンドイツ、第12回1940年第二次世界大戦のため中止、第13回1944年戦争終わらずまた中止、第14回1948年再びロンドンイギリス、日本参加許されず、第15回1952年ヘルシンキフィンランド、第16回1956年メルボルンオーストラリア、第17回1960年ローマイタリア、第18回1964年東京日本。1964年8月21日、ギリシャオリンポスの丘で点火された世界中から続々とやってくる選手たち。日本にこんなにたくさんの外国の人が集まったのは初めてのことだ。ようこそたくさんのお客様。の若者、思えば昭和15年オリンピック東京誘致が決まりましたが、戦いの日にその夢は流され、5年前東京大会が正式に決まり、それから5年、日本人の一人一人の全ての努力は今日この日のために払われた感じがいたします。アジアで初めて開かれた世紀の祭典、平和と人間愛と勇気の第18回オリンピック東京大会。この日を迎えるその道は誠に長く、本当に険しくさえあったのであります。ほとんどの選手がふるいにかかりまして姿を消しております。勝ち残った選手は予想通り
ソビエトの強豪ブルメルシャフラカーゼ、それにアメリカのトーマスとランボ、スウェーデンのペテルソンの5人の選手であります。ゼッケン668番ローマ大会優勝シャフラカーゼ、意欲的なジャンプクリア。アメリカ第1にいたトーマス、鮮やかにクリアです。アメリカランボー成功。モスクワ体育大学秀才バレリー・ブルメル、11歳の時から競技を始めております。冷静な勝負度胸。バレリー・ブルメル鮮やかにクリアしました。アメリカランボー2メートル16を失敗しました。ソビエトシャフラカーゼ、これも落としました。ダメです。ローマの橋は次に落ちました。優勝争いはアメリカのトーマスとソビエトのブルメル、一騎打ちとなりました。トーマス失敗。ソビエトのブルメルです。ジャンプをクリアしました。ブルメルです。ブルメル勝った。ソビエト勝ちました。喜んでいます。拍手に応えました。以上でチームの活躍する選手たちの陰に役員整備員などの地味な努力があります。この人々もまたオリンピックに参加しているのです。またまたソビエト優勝。ソビエト強い。800メートルは2分9秒4で通過しました。カナダのウルフ・キッドが今2位に入っております。先頭はロン・クラーク。今1人ケニアのナフタリ・テムが出てまいりました。早くも1周抜かれた選手がおります。ゼッケン67セイロンのカルナナンダであります。ロン・クラーク先頭に出ました。ロン・クラーク先頭であります。しかしながら依然としてほとんど一段円谷上がってまいりました。ミルズ元気いっぱいであります。期待通りの大熱戦となってまいりました。またロン・クラークが先頭に出ました。ミルズ抜かれました。ミルズ抜かれました。これを追いましてモハメッド・ガムーリー。先頭はロン・クラーク、これを追いましてエチオピアのマモーオルデ、さらにチュニジアのガムーディが上がってまいります。先頭にマモーオルデが出ました。
次々と追い越してまいります。2周遅れたか3周遅れたか、抜くもの抜かれるもの、3頭争いのデッドヒート、依然として激しいものがあります。24秒ギリギリのタイムであります。最終走者でございます。正論67番をつけましたアルガナンダ君、場内これでレースが終わったと思いきや、さらにもう一周ございまして、場内わーわーという大歓声が湧いております。
越して東京大会で初めて実用化されました。彼はチャドから来た。チャドは独立して4年、独立国としてオリンピックに参加したのは今度が初めてだ。彼のほかに選手1名、役員1名、合計3名が羽田に着いた。彼の名はアーメッド・イサ。年は22歳。国の年齢の方が彼よりだいぶ若い。父は酋長だった。天然痘で死んでいる。彼は13の時、中学でスポーツを始めた。最初は裸足で走ったが、15の時初めて先生にスパイクを履かされた。彼の希望は体育の先生になることで、現在は体育学校の学生だ。陸上の800メートルに出場を申し込んでいる。選手村の西の端にある小田フィールド。面積は16,752平方メートル。ここで選手たちは毎日練習する。チャドでは100以上もあるアラビア語の方言の一つを使う。هم الدورو كان يتكلم كلام عرب عشان بس مشيا جدي هم بيان سور ناس الفين دول ناس جابونيين هم دول يسموا كلامنا افريكان دول قبل كلمت لهم بالكلام نصارى واصلا كلام مشيا كلام عرب انا ما تمام وجي اولمبيك كملوا اي انا كان قبل اسجري عندنا قد سوفينير تمام من ناس جابون بلدنا عند 1 مليون أقل موجود ماء.
イサは閉会式が終わるとすぐ帰国する。独立間もない国はあらゆる意味で余裕はない。二度と来られるチャンスはないかもしれなくとも、それでも日本見物なんかしている暇もない。だから予選で2着になった時、イサはとても嬉しかった。来た甲斐があったと喜んだ。今日は準決勝だ。24人の選手のうち決勝に残るのは8名。準決勝でも勝ち残れたらどんなに素晴らしいだろう。しかし彼は何も考えまいとした。何も考えないで走るんだ。ただ走るんだ。世界地図で探せばチャド共和国はアフリカのほぼ中央、サハラ砂漠の南端、大きな美しい湖チャド湖の西側に広がる。日本の 3.3 倍の広さで半分は砂漠である。いつもたった一人で寂しくないことはないだろうが、彼の表情は今は満足そうに落ち着いて見える。夜の選手村の食堂はいつまでも賑やかである。ウェイトリフティングには3種類の競技がある。プレス、肩まで上げ
弾みをつけずに頭上へ上げる押し上げ。スナッチ、一気に頭上へ持ってゆく引き上げ。ジャーク、弾みをつけて上げる差し上げ。以上を合計した重量によって勝負が争われる。回りました。バックに回った。ワンポイントを上げました。ワンポイントを上げました。それでひねりました。ファーシビリ逃げました。ファーシビリ逃げております。渡辺懸命に捕まえました。渡辺ワンポイントを上げました。ファーシビリまたダウンいたしました。渡辺チャンス。渡辺チャンスがあります。渡辺チャンス。渡辺圧倒的に攻めました。アニマル渡辺早くも決勝リーグに置きましてワンポイントを上げました。徹底的に攻めております日本の渡辺。一方のソビエトのファーシビリなんとかして挽回セットしておりますが、渡辺の精巧な水時時計のような見事な技によりましてまずワンポイントも上げておりません。いよいよゴング間近であります。日本の渡辺優勢のうちに試合を進めております。ファーシビリ懸命になって防戦であります。日本の渡辺チャンス。場内湧いております。現在まで日本の吉田が2ポイントをリードしております。吉田内に秘めた闘志も満々であります。吉田バックに回りました。韓国のチャンなんとかしてマット外に逃れようとして懸命であります。吉田のチャンス。吉田チャンスであります。吉田完全にタイムアップをしております。初めには定評のあります上竹洋次郎。アメリカでさらに磨きをかけました。バランスとスピードのレスリングは定評があります。昨年の世界チャンピオンソビエトのイブラギモフを終始積極的に攻めまくっております。上竹バックに回りました。イブラギモフ防戦に懸命でやります。このところイブラギモフが防戦に懸命になりました。上竹足を取って徹底的に攻めまくります。上竹攻勢、上竹優勢でやります。このところセイ一辺倒の昨年の世界チャンピオンイブラギモフ完全に上竹に圧倒されております。上竹嫌になりまして横から懸命に攻めております。オールセントしております。上竹の素晴らしい闘志とそして動きであります。上竹勝った。上竹勝ちました。日本のレスリングの強靭な闘志とそして気高い精神力の勝利の記録であります。櫻井右引く韓国のチョン逃げる。櫻井強烈左また右左。櫻井金メダルであります。
精悍な表情の猪熊、じりっじりっと巨漢カナダロジャースを攻め込んでおります。猪熊は1メーター73、87キロ。一方カナダロジャースは1メーター90で123キロであります。日本はすでに軽量の中谷、重量のカノが予定通り金メダルを取っております。猪熊必殺の一本強いのちょっと日本の猪熊期待に背かず3つ目の金メダルをもたらしたのであります。6時間半もの長時間をかけて各選手は120発の弾丸を300メートル離れた標的に向かって撃ち込みます。だからみんな弁当持参で競技します。
色とりどりのシャツ、きらめくスポーク、直線ありカーブあり、川に沿い橋を渡る。選手たちは一筋の流れのように風を切って走っていきます。東京の郊外八王子市の丘陵地帯に設けられた個人ロードレースのコースは1周24キロ余り。これを8周する 194.832 キロ、ほぼ東京静岡間の距離を時速41キロ以上という自動車並みのスピードで、そのエネルギーを自分の足で稼ぎながら4時間半もかかって走破する。生優しい競技ではありませんが、見て目にスイスイと気楽そうなところもいかにも伝統的なヨーロッパで人気のある競技でしょう。
ジャンプ打った決まった。点を取りました。日本戦に6回目のマッチポイント、金メダルポイントであります。サーブはサウスポーの宮本。さあ宮本打った。ソビエト懸命に入った。おっとホイッスル。オーバーネット。日本勝った。日本勝った。日本勝ちました。ソビエト当然。日本金メダルを獲得しました。場内騒然。日本静かな相模湖で行われたカヌー競技。
競歩の定義。片足が地表についたら他の片足のつま先は離れてもよいが、両足とも地表から離れる瞬間があってはならない。これで50キロ踏破とはただごとではない。おまけに雨は降るし、やっている方もイライラしてくるんじゃないか。5日間5競技、黙々とオリンピックに参加した一選手の無心な孤独の記録。37位に終わったこの選手が苦しい戦いの間に何を得たかは知らない。4日目の水泳をこの選手だけは平泳ぎで泳いだ。肩を痛めてクロールができなかったのである。いつの場合もマラソンはオリンピックの花と言われてきた。東京オリンピックでもマラソンはやはり最後を飾る花だ。国立競技場を出て新宿から甲州街道に入る約20キロ、この道を往復する。コースに沿った全ての道路の交通は規制されているが、何しろ競技場内の整備されたトラックを走るのではない。コンクリート舗装の普通の道路だ。往復 42.195 キロの長い長い道をこの人たちはこれから走るのだ。現在までの最高記録はイギリスのベージル・ベンジャミン・ヒートリー選手の2時間13分55秒。オリンピック最高記録は前回ローマ大会におけるエチオピアのビキラ・アベベ選手の2時間15分16秒2である。75番杉原君日本、76番寺澤君日本、
77番キプラヤ君日本、78番バートラ君ネパール、79番ロナルド・ウィリアム・クラークオーストラリア、ジェームス・ジョセフ・ホーガンアイルランド、ビキラ・アベベエチオピア、エドヘリ・ベン・ブーバケルチュニジア、ロナルド・ヒルイギリス、アントニオ・アンブイタリア、ジョゼフ・ストーハンガリー、ロバート・アンドリュー・バーグオーストラリア、デミシェ・ウォルデエチオピア、円谷幸吉日本。地点はスタートラインから20キロ541メーター77センチ。その折り返し地点をアベベ今ゆっくりと右に回りました。アベベ先頭、5メーター遅れてエールの砲丸が折り返しました。アベベ先頭であります。日本の円谷の姿も見えました。元気に第5位で折り返しました。アベベに遅れることおよそ600メーターであります。君原の姿が見えました。アメリカのミルズぴったりと続いております。ゼッケン76は日本の寺沢、チェコのフドメル。最終ランナーが参りました。ネパールのバハドラであります。すぐ後ろは落語収容者。先頭のアベベとの差は5キロ以上開いているか。
15キロ、20キロ、25キロ、30キロ、35キロ、40キロの地点には選手のためにスポンジや飲み物などが用意してあります。大工さんのレイモンド・レスリー・パケット、機械工のアブラハム・アラー・ラモン・フォルネス。38キロ地点新宿南口であります。すぐ後ろにはハンガリーのストーが来ます。そしてイギリスのヒートリー・キルビーが来ます。日本の君原第8位で帰ってきました。42キロ、2時間よう走り続けた男たちの姿である。私たちの胸を強く打つのはこのような光景である。
選手たちが全身全霊を振り絞って何者かに立ち向かい、そしてそれをし遂げた姿である。その姿に接し、その姿を脳裏に刻み込む。レース終了時刻午後3時59分25秒6。出場選手68名、落後者10名。マラソン優勝者阿部君。